おはようございます。画家の小木曽です。第101回の2好評を始めたいと思います。6月12日に募集分でございます。これが何曜日に公開されているのかちょっとわかりませんけども、8回、今週8回に分けてますんで、多分80枚以上かな。最低10枚でやってますんで、80何枚になっているかと思います。やめる詐欺で、作品をたくさん集めたんじゃないかということを言われそうですが、そんなことはありませんが、今後は、ですね、続けていきますので、時間ですね、募集の時間がちょっと変更となりました。土曜日の、じゃなくて金曜日の18時、6時、夕方6時、ジャパニーズタイム、6時から夜の23時59分まで、にさせてください。もうすみません。前後時間ちょっとでも遅れたりしたらカットということで、あとはプラス、海外の方は海外ですと言ってください。よく時間ね、やっぱ難しいところあると思いますので、海外からですとかって言うたら、ちょっとぐらいずれててももちろん OK にしようと思いますので、その辺よろしくお願いいたします。あとですね、ちょっと今度からはもしかして本当に、1週でだいたい40枚ずつぐらいとか30、40枚ぐらいがなんとなく適正規模かなっていう私の体力とかいろいろ考えるとですね、感じがしますので、全部は見せれないかなと思います。でかといってうまいから載せるとかあんまり上手じゃないから載せないとかっていう考えを全然持ってない人なんですね。でなんかこういう例えばこれぐらいの経験であんまりこうですとかなんかそういった理由とかをちゃんと言ってくれたら極力載せていくつもりにはしています。できる範囲で載せていこうと思っておりますので遠慮なく、特に初心者の人とか初めて出されるという人はほぼ必ず載せていこうと思いますので、募集はこちらの方によろしくお願いいたします。この動画見て、よろしくお願いいたします。概要欄のところに、スマホとかペットをしたりパソコンとかペットこのタイトルを押すとそちらの方の URL の方に飛びますのでよろしくお願いします。はい、じゃあこちらの作品です。101回目わー素敵なスナックゆうどめかなゆうこの店っていうことですか。ゆうこって書いてますか。第1回の2好評で、冬枯れの砂浜を見ていただきちょっと書き足らんでしょうねと好評いただいて、それ以降書き込みということで、週1ペースで描いてきた。2回目は1年ぐらい勉強してからにしようと思っていましたが、今週できりにされる。まあ一応はい150回ぐらいまで行こうと思いますが、200回分かりませんがね、本当にすごいですよね。もうなんかいやー思いますわ。同じようなことばっかり言っているような気がするので申し訳ございません。本日無理やりヘッドスライディングして仕上げましたということです。浜名湖の旧街道で見つけた風景だそうです。もう本当にエドワード・ホッパーが好きでということで、よろしくお願いしますということです。確かにホッパー的な雰囲気があって悪い作品じゃないと思いますよ。お上手ですね。いい作品ですよね。あんまいい作品とか言わない方がいいっていうふうに言われたんですが、そういうの引っかかりますよね。お上手な方だなと。ホワイトの使い方なんかも聞いてますね。そういうのがちょろちょろっと見えて、いいところはすごくいいなと思います。どっちかななんか本当にそのホッパーのような感じのダンダンダンっていう感じはすごく見受けられるんですけども、僕はなんとなくこういうある程度書ける人に関しては古典会場を想像するようにしてるんですよ。この方が古典をしたらどんな感じになるかなっていうのを想像するんですね。そうすると古典に見に行った人が感想として出ていく時にこんな古典やったなっていうのを何か言葉に表せれるといいなと思うんですよ。上手やったなだけじゃちょっと寂しいというか、この方上手なんで平均的に言うとすごく平均値の高い方なんですね。でもこっからプラスアルファ何かっていうと若干弱いんですね。言葉が何か出てこないんですよね。でその言葉って何やろうなっていうのがちょっと正直よく分かりません。これは多分本人さんが見つけていかんところやと思いますので、本人が自分のこれが色やでって、古典会場に来たらこういうもので包み込むんですよっていうのが見出されるともっともっと良くなるかなと思います。頑張ってください。次の作品こちらです。
ザ・景勝地って感じですね。これ、那智の滝ですかね。違うのかな。あ、日光か。あ、華厳の滝ですか。先週描いた作品だそうです。修学旅行の定番で何度も行っているということです。昨年から絵を描き始めていろんなモチーフを週1ペースで描きたかったので A4 サイズを使っています。そうですね、もう少し大きめのサイズでもいいかもしれませんが、よく描けている作品ですごくこう丁寧に描かれていて、そんなになんか問題がある作品ではないんですが、まあザ・継承地っていう感じがしますよね。悪くはないんですけども、そうですね、華厳の滝とかやったらもうまさにこんな感じになりますよね。まあここまでクリアった徹底的に写実的に極められてはどうでしょうか。もうめちゃめちゃ書き込んでみてもいいんじゃないですか。中途半端に行くより年齢的にまだお若いんで、うわここまで行ったかというぐらいのうわーっていうぐらい書き込んであげてもまだまだ先が人生長い方ですので、一発もう自分のリミットを外してみて、ここまで行った書けたやったやりきったっていうところまで振り切ってしまう。そうすることによって自分のもう本当にもうこれぐらいの水準値みたいなのは必ずいかんといかんだよって決めてしまったら案外多分この方は写実的な方向に行きたいんやと思います。もう本当に一つ一つのもう触りながら描いていく。岩はこんなんかな、なかなかこうだなとか、ここは湿気があって冷たくてこうでとか、ここはガラッとしててとか、木々もなんかこうですああですって本当にものを触りながら描くぐらいの気持ちで描いていかれたらいいかなと思います。すごくお上手なので、あんまり言うことはないんですけども、2ランクぐらい上まで行くと食っていける可能性がある作品だなというふうに思います。次いきます。こちらの作品、なんかこの方の絵を覚えてますわ。第1回で1回目43第43回出しているということで、ね、43回目43回ということは 5×22 ヶ月ほど前ということかな。Google Earth 見まくりで初めて油やベネチアを描いたと。昨年先生と一文字次会の小木須貴則先生の絵に刺激を受けて好きなベネチアをいろんな角度から描けたらと思っています。ジェストで下地を塗って、墨でインプリマトゥラグレーズなどどのくらいできているのか公表をお願いします。すごく悪いとは思いませんが、そこよりもどっちかというとまず雲でしょうね。雲がなんかかっこ悪いなと。雲とか案外かっこつけたいとこなんですよ。いい雲を描いてあげた方が、なんか雲やから雲描きましたみたいに見えてしまうのがまずもったいないなと思います。そして暗いところが黒になってしまわないようには、これ写真やからわからないですけど、本物見たら違って見えるのかもしれませんけども、暗いところが黒に見えて穴に見えてしまいます。何かがもう本当にもうブラックホールかドラえもんのなんかか分かりませんけども、真っ黒いものに見えてしまいます。なんか壁中に糊貼っつけてるような感じに見えます。だから案外暗い色に安直に黒使ってもいいんですよ。でもそこでちょっと黒じゃなくて、もしかしてここの中に影があって、そして湿度みたいなのが例えばカラッとしていたりすると、ちょっと紫っぽいぞとか青っぽいぞとか、なんかそういうところっていうのは残念なことに Google マップでは描けないかなと思いますので、そこは絵画にしてあげるということをぜひされてみてください。小木曽先生好きやったら、僕やったらもっとナイフとかでこうちょっと偶然的なマチエルとかをうまく使えるようなコンポジションにしてあげるかなとか、そういう壁面にしてあげるかなという気がいたします。頑張ってください。次の作品です。こちらです。トマトです。4号ですと。出展は2回目ですと。入浴後、夜な夜な食卓のテーブルの上で描きましたが、熱くて絵の具がすぐに乾燥して描きにくかったですと。主役のトマトは早くに描けたのですが、脇役のお皿が上からの光で、陰影の付け方、色の選び方が全く分かりませんでした。私の初級編を見ていただいているということで、推定45歳ってどういうことですかね。女、アイコンはくまモンですということで、画歴1年だそうでございます。鬼公表お疲れ様でした。続けていただけるなと思いますが、うんぬんかんぬん、うんぬんかんぬん。本当新しい企画も考えてたんですけどね。本当に公募展にね、して、なんかこう、何でもいいんですよ。もう人が見て優しくなれる絵を描きましょうとかね、なんかお題を出してそれに対して描いてくるとかっていうので、じゃあ第3位はとか適当にやれるなとか思ってたんですけども、鬼公表の方まだちょっと続けていって、そういったこともやるかもしれませんしね。
実はあとですね、作画動画がめっちゃ溜まってるんですよ。8本ぐらい溜まってるんですよ。毎週出してっても2ヶ月分ぐらいあって、そういうのもあったからちょっとやめようかなっていうのもあったんですけども、皆さん楽しいんだったら続けましょうね。ですね、ハイライトに生の白をあまりにも使いすぎてます。本当にどこが一番白いのかっていうのを、トマトの中でもこいつのここっていうぐらいの局部的に決めてあげられるといいです。で、例えば皿なんかでもずーっと縁のところなんていうんですか、ずーっと白でビューっと描いてるんですけども、これもでこれの描き方いかんによっては前に出てきたり光っていたり光の方向がどうやったりとかっていうのが分かります。ちょっと例えば反射光のところとかにも白使いすぎてしまってるとか、トマトのヘタのところとかにも白使ってるとか、なんか白を使いすぎてるんですね。でそういう一個一個も全部が違うんですよぐらいの気持ちで、本当にちょっとずつ違うんですよっていう観察眼を身につけられるといいなと思います。でやっぱりでもどうしても蛍光灯の光とかだと いろんなところからキャ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 ーときてバババババッとなりますのでですね、そのあたりをなんか例えばニトリさんかなんかに行ってスタンドライトみたいなのをお父ちゃん買って2000円で売ってるんやけどって頼んでみられてはどうでしょうか。そういうのを例えば食卓の電気を描く前に消して一方向からポンと当ててあげたりするだけでもそのあたりってすぐわかると思いますので、そういったところをもう少し、丁寧に見られてみてもいいかなと思います。透明水彩ですかね、これは。油絵かな、違うわ。これはどっちかな。それ画材に関してはちょっと書いてなかったのかな。上の方に書いて、そのアクリル絵の具か。アクリル絵の具の場合っていうのは本当にこうペタッと塗ると本当に隠蔽力が強い絵の具に関しては隠蔽力強かったりするので、ちょっと水で多めに溶いたりとかっていう部分とかもあってもいいのかなというふうに思います。はい、次の作品いきます。こちらです。こんばんはいつもお世話になってます。外出が思うようにできないので YouTube で勉強しておりますと。油絵3作目、前回は人物風景にも挑戦してみましたと。遠くへ出かけることもできないので春に写真を撮っていたいつもの散歩の桜を描きましたということで、桜だけでは面白くないので、日の光と影を強調して描いてみましたということです。影が多分こんなシンプルな影なのかな、どうなのかなって落ちてる影ですね。この斜めの線がものすごく強いんですよ。ピシャーピシャーピシャーで、これぐらい光が当たってるってことはかなりこう夕日に近い状態になってきた時はこういった光になるんですね。でそうするとこれ桜のところというのは全光で光がボーンと当たっている、真正面からドーンぐらいに近い形で当たっている感じになるんですが、ちょっと桜の描き込みが弱いかなという感じがします。ちょうどそういうものの線的な動線がそこにわーっといっている割には、そこの一番大事に光がポコーンと当たっている桜というのの描き込みがちょっと弱いかなという気がします。あとは緑色の中の暗い色の中にもっと微妙な色があるはずです。でそういう色をぜひ探されて、緑の中でもちょっと青みがかっているとか紫がかっているとかなんか色があったりすると思います。影の色の選択を落ちてる影はすごい綺麗なんですが、そのあたりというのをぜひ写真プラスアルファ散歩されてる時になんとなくこうどんな影かな、夕方の散歩の時はとか朝の散歩の時はなんかそういう色の探すっていう癖を少し身につけられてみてはどうでしょうか。はい、次の作品に行きます。こちらの作品です。この方は相当送ってきている方だったと思うんですが、砂浜すごいよく描かれていますね。モチーフが一気に気に入り、一気に描きました。一番今まででなんかいいかなと、この方も多かったから削除しようかなと思ったんですけど、作品が良かったので残しました。本当描こうと思っているものがすごくいいですね。でペンかなんかを使われているんですかね。砂浜の描き方なんかすごくいいと思います。先生のこの企画はスピードといい内容といいこの時代に合っていると思います。まだまだ知らない人が多いので私も熱心な人には紹介してありがとうございます。そのうち爆発的に別に言えなくてもいいんですけどですね、私が飽きてきたというのが本音でございますけどもね。飽きっぽいってわけじゃないけど5ヶ月やりゃね誰でも飽きますわね。いい作品ですよね。ちょこっとモチーフが下すぎたかな、私だったらもうちょっと上にするかな、意図的に手前の方を大きくこう空間開けてあげて何か余韻を残してあげるかなっていう感じ。余韻っていうのが奥にあるより僕はなんかね手前にある方が僕は好きなんですよ。
なんとなく手前に余韻があって、後ろにポンと静かに佇んでいる方が、前の方にあるとなんか迫り来る感じで、見て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 っていう感じになるというか、そういう感じよりもどっちかというとプッとあって自然に、あ、こんなとこからこんなん出てきたんやっていうのが見受けられてもよかったのかなと思います。でも本当にこれはモチーフの選び方と書き込みと絵の具の使い方みたいなすごくガチガチっとマッチして、いい作品に仕上がっているんじゃないでしょうか。無理せずにまた制作を続けてみられてください。次の作品です。こちらです。これも今週2枚ありましたけどね。あれやっぱ良かったですか。もうわからないですけども、黄緑色をなんだっけな、なんとかグリーンみたいなやつですよ。もちろんなんとかグリーンでしょうけど、鮮やかな色はあえて使おうと思いました。でもう本当にド派手なぐらいに爽やかな鮮やかにしてやろうと思いました。そんなに難しい絵の具ではなかったと思います。これは本当に勉強のためにはネガティブペインティングとマスキング液を使って勉強するということに関しても、普通に僕の口からネガティブペインティングという言葉が出だしましたね。英語得意というかですね、横文字大好きなので、私の大学も横文字が大好きなんで、キャリアセンターって書いてましたよ。あとはアドミッションセンターって書いてましたよ。何ですかね、キャリアセンターっていうのは就職課ってやつですね。アドミッションセンターっていうのは入試課ってやつですね、書いてありました。もっともっと鮮やかな緑でもよかったかなとか、もうちょっとビビッドな色を意図的に使ってあげてもよかったのかなと思います。こういう実験をする機会っていうのは思い切って実験は振り切ってやられてみてもいいんじゃないでしょうか。暗い色なんかもっと僕確か暗くしてるはずですよ。ダーンとかって言ってやってます。でその辺はもう思いっきり振り切ってみて、もういいんじゃないかなというふうな気がしますので、うんぬんかんぬんそこを修正うんぬんかんぬんうんぬんかんぬんで、小さな画面ちょこちょこ描くより先生のお手本があった上に太い筆で使うと驚くほど描きやすく楽しかったそうですよ。自分ではこれ以上書ききれないと判断して、そうですね、よう書けているので、どっちかというと色彩の方にもっともっと主眼とかも置く作品をぜひ描かれてみてはいかがでしょうか。次の作品です。こちらです。これちょっとだけですね、色が悪ございます。色というか解像度が悪ございます。ドイツから日本時間は6時39分、ドイツ時間23時25分だそうですね。いつも欠かさず私のビデオを見ていますと。そう食中毒にかかって、うちの奥様も大丈夫でした。用心ください。100回記念にちなんで送らせていただきました。101回目になりまして申し訳ございません。油絵75センチ75センチ、俵絵争奪の世界を油絵で試しましたということで、いいチャレンジですね。これなんか色すごい綺麗そうな感じがしますね。なんかもう少しディティールが見えてくれば。これ真ん中にいるの何すか。これ牛ですか。なんかいますよね。この黒っぽいのは何ですかね。画面の構成としてちょこっと全体的には中心に寄りすぎてる感じがするんですね。例えば牛さんみたいな黒いのがこの暗さぐらいの明度のものが他にももうちょっと散りばめられていたらどうでしょうかとか。赤い色はここだけにありますけども、例えば黄色い色みたいなのが画面から飛び越えていくぐらいあってはどうでしょうかとか、白い色もだいたい画中の真ん中あたりにあるんですけど、そういうのもっとはみ出していってもどうでしょうか。何かそういう広がりがあるような空間作りみたいなのができていたらまた違って見えたんではないかなという気がいたします。マチエルとか本当はもう少し見たくてそのあたりも触れてあげたいなっていう気はするんですが、すみません、ちょっとよりにも少し耐えにくくて、難しかったらこの方なんかフレーミングなんかしなくて結構ですよ。解像度がある程度ある状態で送ってきてもらえると、75センチ四方なんで25ぐらいのサイズですかね。ちょっと大きな作品なので、写真撮るのも難しいでしょうから、ぜひ頑張って写真を撮られてみてください。こちらの作品です。後ろにドーナツがいっぱいある作品でございますか。娘からのリクエストで動画から学び描きました。娘からのリクエスト、今年名古屋の大学を卒業して大阪に就職した長男です。前回は石川県の娘以上に帰って来れてません。前回出品した石川県のお嬢様以上にコロナでですかね。背景は巨大なこれなんて言うんですかね、ではありません。陶器のオブジョ陶器なんですね。ドーナツかと思いました。すみません。F4 パネル和紙張り、5年ぐらい前からちょこちょこ人類していたものをやって使いました。入院中に私の動画に出会ったということで、鬼公平は不定期でも続けていただければということで、
確かに考えたこともありますよ。中高生大会とかね、高齢者限定大会とか。嘘つく人出てきたらめんどくさいなと思ったんですよ。多分またそしたらイラッとすると思うんですよね。この人はとかね、まあそういう人はあんまいないと思うんですけども、でも本当今回80人近く見てると、大体やっぱり確実なオリジナリティの写真を使ってはるんやなっていうのが、なんかよく分かりましたんで、やっぱりそっちの方がいいですね。でクオリティみたいなものもすごく感じますし、非常にその辺はいいなと思います。この作品もすごいよく描かれてますね。この方も頑張ってプロセミプロになっていけれるぐらいのレベルじゃないでしょうか。これはアクリルで描いてるんですかね。なんだろうな、アクリルですね。なんかこううまくアクリルの細かい描写とかっていうのはよく生きているんで、本当にもっともっと書き込んでみたらどうですか。もうこれ以上ハッチングできませんわぐらいの感じで、もうそれはそうなってくるとなんかこう食につながってくるというかですね、仕事にできていくんじゃないかなという気がします。すごく力がある方なので、なんかちょっと乾きが遅いメディウムみたいなものも使いながらとか、そのあたりを併用してどうしてもまだ硬い感じがする。しかしイケメンですね。かっこいいですね。何ですか。もう芸能人の名前さえ最近出てきませんけども、誰かに似てますね。わかりませんが。ちょこっとこのハッチングがいやらしくて、もう逆にもっと俺やったら振り切るかな、もっとすげーって、ここまで寄ったら見えるぞっていうぐらいまで振り切ってみたら、もしかして、プロとしての道が開けてくるんじゃないでしょうか。まあちょっとやっぱりでも背景のこのドーナツっていうのの陶器であるとか、この肩にかけてるショルダーバッグが黒いなんかが、これは必要なのか、シャツのデザインなのか、ちょっとわからないところになんか目がいってしまうところがあるので、なんかもったいないですよね。なんかこう変な話ですけども、まあ例えば絵を買ってくださる方とかがいて、でその人とかにこれ何やろうって思われてしまうと、その買う人、買ってくれる、飾ってくれる人って延々とこれ何やろうってなるんですよ。で陶器ですよって書いてあっても、陶器ってこなんやろうなっていう感じがいたします。なんかちょっとその辺がすごく惜しい作品だなという気がいたします。はい、こちらの作品です。いよいよちょっと終わりに今週近づいてまいりました。うわー、綺麗な色ですね。なんかね、鬼好評へのスタートが遅くなってとても残念。出すのかですかね。将来は 4K テレビでもっと多くの人が YouTube をテレビで見れるようになれば、鬼好評もパンクする時代が来るかも。そうですね。おそらくそういう時代になるでしょう。僕もやっぱテレビで YouTube 見てますもんね。6号の水彩ですと。フレーミングとトリミングは初代乙女さんにお願いして2回目ですと。宝塚の乙女丸さんよりということで、手挙げてますね。なんか絵文字があるんですけど、これはあれですか、阪急電車に手挙げてるんですか。こんにちは、ありがとうございますとかいうやつですよね。すごいですよね、宝塚の感じね。ああいう先輩後輩関係みたいなのはあってもいいですよね。すごい綺麗ですね、色ね。もっと面白い遊びしてみてどうですか。水彩をチャワーとかブザーとか、なんかそういう土台作って描いてみても面白いんちゃうかなと。明るいところなんかこうゴシゴシゴシで拭き取って持ち上げてあげるとか、また暗いとこをグッと描いてあげるとか、なんかこの黄色とピンクと青なんてなかなかこれだけビビッドな色っていうのを置けないんですが、ちょっとモチーフと背景みたいなのがあまりうまく絡み合ってないんですね。そういうところをグッと絡み合わせてあげたりするためにも、初めに例えばベースをちょっと思い切って自由に絵の具を伸びやかに伸び伸びと、使ってみるということがあってもいいような気がします。そういうことによってもっともっと絵を描くこととか作ることが面白くなってくるかもしれませんので、ぜひそういうアクティブなチャレンジをしていただければというふうに思います。さあ次の作品いきます。こちらです。いよいよこの辺りで終わりだったかなと思いますが、これは20センチ四方のキャンバスに油絵ですと。私の動画に出会えてからずっと人物を練習してきました。これは高校1年生、お孫さん、ですか。これ四国の方ですね。この方ね、そろそろ25ぐらいのキャンバスに全身人物を描いてみようかなと思ってます。25に全身って案外小さくなると思いますので、半身ぐらいで挑戦されてみてはどうでしょうか。15ぐらいでもいいかもしれませんよね。半身ぐらいで挑戦されてみてもいいんじゃないですか。
背景に何かしらのメッセージを込めて描けばいいのですが、そこまでの技量がありません。先生はどのように背景を決めていますか？まあ自然の中に行くことが最近は多くって、まあこれ種話してしまうというと変ですけども、10年15年ぐらい前から写実ブームなるものが保木美術館さんができて、でそのあたりから、雑誌さん、美術の窓さんとかも、年に1回っすよって言うんだけど、美術の窓さんやったら夏前ぐらいにヌードの特集と年末に写実の特集みたいなのやって、それ両方がなんとなくこう写実的系の作家さんが多いから、なんかすごいこうされているような印象になっているところがあったり、月刊美術さんも年に1回かなんかしてると。でその中で当時っていうのはこういう壁に人物っていうのがめっちゃ多かったんですよ。めっちゃ多くて、で僕はそれと同じ土俵に立って戦う勇気も自信もなかったので、よし屋外に出ていこうということで屋外で描くようになりました。でその時に屋外の中で、例えば日の光の中で見えてくる肌とかが綺麗なと思ったら、日がパンと当たって影が落ちていて、それの周りのとかっていう、なんかで人間と自然とのコントラストみたいなのがどっちかというとテーマになってきたというところが、10年以上前から屋外プラス人物というのが始まったきっかけです。だからやってないことをやろうとしたがる人なんですね。だから早めに今も YouTube もやってるのは、あんまりこうバリバリの油絵描きの人でやってる人で少ないように見受けられるというか、ジャパニーズペインターですけどもね。だから、やろうかなと思ったっていうところがあって、やってみたら案外それが面白かったと。鬼好評に関しては若干私自身も飽きてきたというところあるんですけど、皆さん飽きてないというので続けますが、でそういうところからですね、だからなんかこう比較の対象として人物の肌をこう見せたいから暗い背景、人物の肌をこう見せたいからざらついた背景とか、何かこうしたいからつるっとしてるとか、こういう色とか、なんかそういうこう目的のためにこう選択していくというのが一番いいなと思います。ちょっとその辺は自分の作品でなので、その辺自分で考えられてみてはどうでしょうか。なんかこうお上手、お孫さんお上手なんですが、高一のお孫さん、もうちょっと例えば顔に対して写真が近すぎんのかな、首がえらい細く見えてたりとか、なんか顔のこの辺りで写真撮ったような印象があるんですね。だから体がちょっと小さく見えてしまったりしています。でやっぱり本物のなんか絵をぜひ見られてみてください。なんかヒントになるのはもしかして古典的な絵画かもしれませんし、なんかこうそういうところとかからヒントに、髪の毛とかもよう描けてますよ、よう描けてますので、絵の具の肌に使っている絵の具なんていうのをちょっとこううまく、操作できるように、頑張ってみられてはどうでしょうか。素晴らしい作品をいつもありがとうございます。次の作品こちらです。すみません、この方お上手ですね。私の絵の模写をしましたと。もう4時間5時間喋ってるわけですからね。中学生以来ですが、ここまで時間をかけて制作しているのかな。なるほど。ということで。ね、本当そうですね。今度はもう少し細い筆を買おうと思います。52歳の女性ですって。普段は一人細々、たまにホームページを作ったり、広告を作ったりしてますと。ただ、部分模写ですので、鬼コーヒーは特に結構ですよ。優しいね。いや、すごく絵の具の作り方、使い方、非常にいいですよ。ほぼ一発で描いている割には、すごく絵の具が生き生きとしております。なかなか難しい写真からですけども、そういう点で言うと、筆致とか、本当にこう、YouTube で動画作ってよかったなと思われるような作品です。実際は型があったりするんですけども、途中そういうところが見受けられないなというところがちょっと残念かなと思います。ぜひですね、何か知り合いとかにいたらこういった感じで写真とか撮らせてもらって、描いてみて、自分のオリジナルの作品を描いてみたら、色の使い方のもすごい綺麗ですし、絵の具のこう筆致みたいなのもすごくいいので、多分いい作品を描けるんじゃないかな。油絵の絵の具の持っている美しさみたいなのが非常に出ている作品だと思います。ぜひこれは楽しみな作品ですので、ぜひまた頑張られてみてください。はい、こちらです。ね、これ
80枚全部メールを読んでから選別するって相当大変なんですよ。だからこういう風に途中でイラッとしてもうやめたなるっていうことが起こってくるんですね。やっぱりこう世の中おかしいですよね。何でも無料でやってなんかそれで文句を言うて本当になんかおかしな時代になったら見やんでもええしこんなもんもくらんでええのになんかもっと厳しく言えとか雑談少なくせえとか一応皆さん均等割りで3分ずつぐらいにするためにあんま言うことないしおもんないからと思って言うてたのにまた悪口言われるっていうね。おかしな世の中になってきましたね。でも大多数の人が続けてほしいということで続けはしますけどもその辺のことってなんかやっぱおかしいとこおかしいと思うんですよ。で、それでオンラインサロンなるもの的なので月額500円払ってもらった方がいいんじゃないですかとかそういったご意見はいただけるんですよ。でも多分そういうふうに言っていただいてそういうのに入会したい人っていうのは絶対そういうことを文章で書かないんですよ。絶対に分かっているから。この苦労が分かっているから。でも苦労が分かっていない人になんかこうシャーシャーと言われるとやっぱカチンときますし、もうこちらももう本当にこうね身を削りながらやっていて、まあ次回からは少し減らしていくという予定はありますけどもね。今みたいな感じだったら多分カットでしょうね。すみません、カットがちょっとするのも8本あると大変なので、こちらの作品ですけども、ちょっと仕事が荒いですね。これはね、初めての投稿ということで、もう少し言っていきましょうね。3月に家族の誕生日があり、伊豆に出かけて、部屋の露天風呂から富士山が手に取るように、これ部屋の露天風呂なんですね。すごいですね。どこのあれですか？はあ、もう今週3回ぐらい切れてますね。そうですよ。本当に顔が見えないわけですよね。で、これね、僕初めなんか、銭湯かと思いました。絵だけ見て、銭湯なんやなと思って、銭湯の富士山絵かなんかを見てる絵な変わった絵やなと思ったら、奥行きが出てない。どうやって出すんでしょうね。遠近の出し方みたいなのとかもどこか動画に出しているはずですよ。もう今週は山ほどアンチを作った回になってしまってるかもしれませんけど。どうやって遠近感って出すんでしょうかね。なんか頭の上のところにシャーッとなんか飛んでいるんですけど、本当にすごい距離感があるんですけど、富士山のところと中腹にある緑色っぽい山のぶつかり方みたいなのと、髪の毛とあたりのぶつかり方とか、温泉のところのこうぶつかり方とか、やっぱこう前後がしっかりあるようにかけていないとその説明がまずできないんですね。で、初心者の方っていうのはどうしても色を写真かなんか撮られて感動して家族風呂からこう撮って写真撮ってよしそれを描いていこうと思われてるんですけども、やっぱ絵を作るということをしなくてはいけない。で、初めのうちはなかなか難しいかもしれませんが、しっかり混色して丁寧に置いていってみてください。置いていって。で、大事に置きながら遠近感っていうのをどうやって出すかなっていうのを少し、勉強されてみられてはどうでしょうか。すみませんね。ほんと今週かなり3回4回イラッと来ているところがあったと思うんですけども、やっぱそういうやっぱ3回4回80分の3、4はあるんですね。本当にこれは土曜日、休み時間空いた時間にやっていて、今3時夕方の3時なんで約12時間ぐらい、その間いろいろ別の仕事もしてますけどね。疲れすぎてます。さよなら。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。